人に対してババアっていうのは言っていいんですかね。ババアって言っていいんですか。おじさんこうやって無言でこうやってつい先日全く知らないおじさんと白昼堂々路上で大喧嘩をした話を正直に告白しようと思います。朝、私が子供たちと旦那と自転車2台で移動中のことです。私は緩やかなカーブを進んでいて、直進するまっすぐの道に合流しようと思って、後ろからこの直進のまっすぐの道を進んできたおじさんと接触しそうになりました。このおじさんも自転車に乗っていました。年齢はだいたい50代から60代ぐらいの人かな。サラリーマン風の見た目で、ちゃんと自転車用のヘルメットもねかぶっているおじさんでした。後ろからやってきたおじさんの前に私が出るような格好になったんですけれども、その後またその道が二手に分かれたので、そのおじさんとは別れるような形にはなったんですが、別れてすぐにそのおじさんが道の向こうの方から「危ねえだろふざけんなババア!」と叫ばれました。で、私自転車に乗っていたし、と思ってすごいびっくりしたんですが、って一瞬頭が真っ白になってしまいました。自分が暴言を浴びせられたっていうことに理解するまで数秒かかって、その後自転車を進みながら今ババアって言われたよなって思って、だんだんと怒りが体の中に巡ってくるのを自分でも感じました。でもそういうことって生活してたら、社会で生活してたら、そういう変な人っていうか暴言を言う人っていうのもあるし、私も年の子ですから、そういう人たちには会ったこともたくさんあるので、うわなんか変なジジイがいるよがつくなぐらいに思ってたんですけど、だんだん自転車を進めながら、私そんな悪いことした？そんなこと言われなきゃダメ？っていうかぶつかってないしムカつくなと思いながら、でも怒りに震えながらも自転車を進ませていたわけです。自転車に乗ってるし、後ろ子供を乗せてるし、その場は通り過ぎて、その道をね進んでいったわけです。でも悔しいな、やだな、ババアって言われたわ。っていうか待って、あいつの方がジジイじゃねとか思いながらいやでも絶対変なやつだからほっといた方がいいよなとか思いながら、とか思いながら自転車を進ませていたわけです。そしたらですね、そのおじさんの声に気づいていた前を走ってた旦那が「どうしたの？」っつって言って、ちょっと自転車を止めて「なんか言われた？」って聞かれたので、なんかおっさんにババアって言われたっつって、いいよ変な人だからってムカつくけどみたいな感じで言ったんですよ。そしたら旦那が「何そいつ、ちょっと言ってくるわ、どこにいんの？」みたいな感じになって、と思って、もういいってと、子供いるし、もうしんちゃんいいよって、ほっとこうって、変なやつだよ、いいよいいよって言ったんですけど、ちょっとしたところでまたその道が合流するっていうことで、またそのおじさんと会っちゃったわけですね。あの人ってなってしまって、何暴言吐いてんだよ言いながらそのおじさんの元に近づいていっちゃったわけです。で、私非常に戸惑ったんですが、その旦那の第一声を皮切りにですね、自分の中の理性だったりとか諦めっていうような気持ちがパーンとなんか取れた気がして、旦那の前に出てって、私がさらにこの辺でおじさんと対峙する決心がついてしまったんですね、私が。本当にもうおじさんの目の前に踊り出るっていう感じで、もう3人ともこうやってチャリもおったまま三角形になってこうなってるわけですよ。で、私はもうそのおじさんのその前に出て「ねえババアって何？ババアって」って言ったんですね。自分よりジジイにババアって言われたババアウケる思いが浮かんできて、ちょっと滑稽だったんですけど、そんなことは関係ないと。そしたらそのおじさんは「危ねえじゃねえかよ、信号無視をするんじゃないよ」。自分が青の横断歩道の道を渡ってきた時に、私が車の信号に従わず入ってきてしまったので、信号無視で危ないじゃねえかという主張なんですけれども、おじさんの主張はなるほどと、それに対してはすみませんでしたとお伝えしました。その上ででもね、
あなたの主張が正しかったとしても、そんな人に対してババアだの、ね、暴言を吐いてるようじゃ、あなたの言ってることは誰も聞いてくれませんよって私言ったんです、そのおじさんに。主張じゃない、これは法律だって言ったんですよ。はあ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 と。法律ですか。あ、じゃあ人に対してババアっていうのは言っていいんですかね。ババアって言っていいんですかって私言ったんですね。ババアって人に対してババアっていう暴言は法律違反じゃないから言っていいんですか？暴言は吐いていいんですか？そしたら、おじさんこうやって、無言でこうやって、それは、こうやって、それは、とかこうやって首振って、それは、すみませんでした。謝ったんですよ、そこは。ババアにババアって言ってどこが悪いんだよ、知らねえよ、バーカって言われないでよかったとは思いますけど。それはすみませんでした。でも、法律がどうのこうのとか言ってるわけですよ、まだね。もご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 。確かにそのおじさんは自転車で大人用のちゃんとヘルメットをつけている方なので、まあルールには厳しいのかなと思いつつ、でもババアって人に暴言は大声で吐いてると、この人は何なんだろうみたいな、逆に話してるうちに、真面目なの不真面目なのどっちこの人。とっさにね暴言を吐ける人なので、ちょっと危ないことがあったら他人にね暴言吐ける人なので、言い慣れてるんですよ。いつも暴言吐いてると思うの、あれは。なんでこの人が平気で暴言を吐きながら平気な顔して生活をしてるんだろうっていうのが知りたくさえなってきちゃって、そのおじさんについて。で、私もうなんかさつって、もうそんな暴言吐いててつまんなくなりませんか、人生がと。もっと楽しくやりましょうよ、そうやって人に対してババアだなんだって叫びながらね、やっててつまんなくなりますよって。楽しくやりましょうよって私言ったの、そのおっさんに。今まできっと自分の主張を通してきただろうし、気に食わないことがあると家族とか職場の人とかに暴言をね吐いてんだろうなって思うんですよ、あのおじさんはね。だけど初めてだったと思う。相手が近づいてきて詰められたのは初めてだったと思う、あれは。だってめっちゃ動揺してたもん。ああみたいな感じだったから。だって私も今まではぐっと我慢してきたわけ。そういう風に暴言吐かれたりとか、なんかすれ違う時にバーンってぶつかってくる人とか、変な人いっぱいいるじゃん、ムカつく人、社会だと。だけどぐっとこらえてきた、きっと変な人だろうしとか、なんか自分の悪いことしないように尊厳がね踏みにじられた気がしても我慢してきたのよ、飲み込んできたの。年取ってそれこそ私ババアになったからが我慢できなかったんだよね。で、今回本当に初めて明らかに自分の納得できないこと、ここはおかしいって思うこととかっていうのを相手に伝えるっていうことをしてみたんですよ。まあ旦那の第一声があったからだけど、そんな状況でも直接相手と話してみると、少しね相手の考えてることも理解できたんですよね。おじさん多分ねヘルメットもかぶってるし、マナーを自分は守ってる認識でいると。交通ルールを守ってるのに信号無視したやつが入ってきたせいで自分がびっくりしてしまった、怖い目に遭ってしまった、ぶつかってないけどね、で驚いたと。でもしくはまあ普段からママチャリに対して嫌悪感があったのかもしれない、なんか嫌な思い出があったのかもしれない。でまあそんなねやり取りをしていて、双子はもうわけ分かってないんでぼーっとこうやっていたんですけど、座ってこうやっていたんですけど、長女に関してはやっぱり怖かったっていうことでしくしく泣き出してしまったわけですよね。ここについては本当に反省しています。子供がいる時にやるべきことじゃなかったっていうふうに反省してます。これは誰にでもおすすめできることではありません。今回はね本当に幸運にも対話ね成立したっていうところもあるんですけれども、夫が一人の時は絶対こういうことはしないでくれっていうふうに心配するように、誰にでもおすすめすることでは絶対ありません。で相手とか状況によっては本当にやばい危険な場合もあるし、暴力を相手がね振るってきたりとか、私が伝えたかったのはただ言い返すべきだっていうことを言ってるわけではなくって、理不尽な出来事に対して自分の尊厳を安易に諦める必要はないということです。そしてこういう行動をする際というのはまず自分の安全を第一に考えてください。でも暴言に対して真正面から立ち向かった今回の経験というのを私は後悔はしていません。これまでとは違ってなんか自分の尊厳を守れたみたいな気がしていて、で大げさかもしれないけど、こうやって到底分かり合えないだろうなっていう人、相互理解
じゃないですけれども歩み寄るが多少できたっていうのは自分にとってすごい貴重な経験でした。相手も謝ってくれたしね。でも子供をね怖がらせてしまったっていうのは今回親として本当に反省しています。で最後どうなったかっていうと、じゃあ分かりましたと、私も悪かったですねって、だけどあなたも悪かったですよねと、人に暴言吐いてあなたも悪かったですよね、お互い悪かったですね、これからは今後お互い気をつけましょう、さようならって言って別れましたこれまで友人関係とかを含めてお互いの信頼関係が損なわれるような問題が起きた時に、私これまでに直接最後まで顔を突き合わせて直接対話をせずに途中で諦めちゃったりとか、逃げ出す、ある意味逃げ出すような形で LINE で話を終わらせちゃったりとか、自分が諦めて納得してないのにそれで終わらせちゃったりとか、最悪のケースもう理解し合えないなと思ったら例えばブロックをしたりとか会話を逃げたりとかして終わってたなっていう風に、逃げてたなっていう風に思ったんですよね。自分の伝えたいことっていうのも相手には伝わってないし、なんなら相手が本当に言いたいこと、相手が思ってることっていうのもちゃんと理解をしないまま、理解する努力をしないままコミュニケーションを終わらせてしまったような経験が結構あって、直接の心の疎通だったりとか直接顔を突き合わせて話し合うと理解全然違う、印象も全然違うのに徹底的にそれをやってこなかったなっていうふうに思っていて、なんかね今回のおじさんの件でムカつくおっさんのおかげでその実践の機会をおっさんがねくれたような気がします。でもこれからも自分の尊厳をね守るべき時は守って、より良い未来を諦めない、そんな生き方をするっていう風にね、ちょっと壮大ですけどそういう風に思いました。完璧な答えなんてないかもしれないんですけれども、同じようなことがあった時皆さんならどうしますか？コメント欄で教えてもらえたら嬉しいです。